皆さんこんにちは。以前コメントで、人の作品をコケにするより、動画のクオリティを上げろよ。クソみたいな読む価値すらない悪い作品ばかり読んでいないで、良い作品を読んでください。という温かい声援のお言葉なのですが、これ以上どこを改良していけばいいのかと悩むメイドのリコです。台本をもっといい感じに、相手を引き込むような語りにしろ、というのならわかります。私自身、足りない部分は多いでしょうから。しかし、動画自体の品質を上げる、というのは無理なんじゃないかしら。私はこれ以上動画を良くする術を見出せません。左下に映っている顔をゆっくりまんじゅうさんたちみたいにデフォルメーとか全身像にして、パクパク喋らせるとかはありますけれど、お金がたくさんあったら、依頼してもいいですね。誰にお願いすればいいかわかりませんけれど、全身像を入れたいですよね。という程度の品質向上しか思いつきません。改良案がありましたらいつでも受け付けております。実行できるとは限りませんけれど、申し訳ありませんが、従来通りのやり方でこれからもやっていく所存です。それでは従来通り、今回ご紹介する作品はこちらです。英雄王、武を極めるため転生す。そして、世界最強の見習い騎士メス。です。作者は、はやけん様です。一巻まで読ませていただいたのですが、結構面白いんじゃないかな、という作品でした。ある一点を除いては、そして、異世界転生もの、ではなく、同一世界転生、だと思います。一巻時点では明言されていなかったので不明ですね。主人公は同一世界に転生したと思っているので、その体でお話が進んでいきます。それらを含めて、本作品の内容をご紹介していこうと思います。これより、ネタバレが含まれますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では見習い騎士メスの内容はこちらです。ディバインナイトとして人々を導き救ってきた国王イングリスが死に際の淵、女神様が降臨し、今までの功績をたたえ、願い事を何でも叶えてあげましょう、とのこと。何でも、じゃあ転生させて。と国王が願ったので、転生することができました。女の子の姿で、体は赤ん坊でも、ディバインナイトの能力が宿っており、この世の全てを構成している要素、エーテルの存在を感じ取れるようです。エーテルを操れると、浮くことができたり、ぎゅっと凝縮してエーテルストライクという魔力弾的なのを打てたりします。そんなこんなをしながら5歳になると、武装行商団の剣士、ラールと騎士団たちが模擬戦をし、騎士たち乾杯。ラールは、相手の動きを鈍らすという卑怯な魔術をこっそり使っていることをカンパするイングリス。騎士たちの名誉を守るため、稽古と称してラールの鼻っ柱をへし折ります。そして周囲に強さを見せつけることに成功。そんなに強かったら、アーティファクトを操るのに必要なルーンも相当上な階級になるだろう。と父親や親戚たちが盛り上がる中、プリズムフローが降る洗礼の日。ルーンを刻む箱に手を入れるが、エーテルを操れるイングリスにはルーンは必要なく、何も刻まれることはありませんでした。しかし騎士社会はルーンがないと、見習い重騎士にしかなれないようです。これ幸いと、出世せず最前線で戦い続けられる。と戦闘狂な考えで、親戚の子の従者として過ごすことにするイングリス。12歳にもなったある日、アーティファクトや洗礼時の箱を作るハイランドの使者が視察で来るということで、歓迎パーティーに参加すると、ハイランドの使者として、昔ボコられたラールがいました。多額の賄賂を送り、ハイランダーになったラールは、傲慢さに磨きがかかり、イングリスに夜飛びをさせるため自分の館へと招きました。次巻、どうなる？という感じでした。物語としては、よくある同一世界転生、というか生まれ変わり、で私杖 AA の無双系、という感じですね。よくある展開ね、と思いますが、内容としては面白く読むことができました。主人公が戦闘狂すぎない、
何としてでも戦いたい欲が強いなって感じが、可愛さもありうざさもあり、と思いました。幼い女の子だし、絵が結構綺麗で、戦いたい、と目をキラキラさせて願う姿がうまく描写されているからこそ、耐えられるというか、可愛らしさがすごく伝わってくるんですよね。これが生まれ変わる前のおじいさんの姿だったら、見る気なくしてたでしょうね。キャラはみんなとっても良かったです。ルーンが刻まれなかったイングリスに対して、非常に寛容な部分を見るだけでも、みんなが優しい性格であるのが伺えて大変いいですね。という感じで、物語としても何ら突っ込みどころのない良いものだと思いました。物語はね、私、ずーっと特定の単語は伏せ字にしていたんですよ。当て字の方を読み上げていってたんです。この当て字のもと、なんだかわかりますか？思いつきますか？皆さん、一緒にこの伏せ字を考えてみましょう。全部答えられたら、あなたはなかなかの中二病患者じゃないかと思います。まずは、一番最初に出てきたこの言葉。ディバインナイト。英語がわかる方にはこの伏せ字がわかるかもしれませんね。正解は、神騎士です。わかりましたか？ディバインは、神の、という形容詞なので、神騎士でもあってはいますね。合ってるのかな？これがわかる人は次の問題もすぐわかるでしょう。2つ一気にドン。マナとエーテルです。RPG やナロー系作品ではよく聞いたことあるのではないでしょうか。そうですね。マソとレイソですね。これは簡単だったかもしれないですね。レイソをエーテルと読むということは、エーテルストライクは、そう、レイソ弾です。簡単ですね。どんどんいきますよ。続いてはルーンとアーティファクトです。わかりますか？アーティファクトにはルーンの文字が入るんですよ。そう、マインとマインブブと書きますよね。私はこの当て字は想像できませんでしたね。続いても想像できなかった当て字。プリズムフロー。プリズムがフローしていますよ。これで虹の雨と書きます。と、当然ですよね。レインを使わないあたりにこだわりを感じます。ここまで来たら、ハイランドとハイランダーはわかりやすいですよね。はい、簡単ですね。天井寮と天井人です。このような感じで当て字が多いのなんのって。天井寮や天井人にすら当て字があるのに、洗礼や聖騎士といった重要な単語は当て字ないんですよ。中途半端だなぁ。やるなら徹底してやらないと意味ないのに、と思いました。この中途半端さはマイナスイメージな気がしますね。やるんでしたら、もっと中二病感を前面に押し出してほしかったですけれどね。では最後に、こちらの単語を出題して終わります。皆さん、当て字を考えてみてくださいね。答えは概要欄のどこかに書いておきます。これを読めたらすごいですよ。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。